舞姫運命の系統樹。オープニングから始めます。こんにちは。はい、そうです。以前どこかでお会いしましたっけ？ですよね。先輩ですよね。よろしくお願いします。だったの？よろしくお願いします、先生。私は時葉舞。今日から新しく風花学園に転入してきました。よろしくお願いします。
そうだったんですか。そうです。それじゃあ私もこれから用事があるのでこれで失礼します。もう、さっきの何なのよ。突然あの子のお弁当の入った荷物奪って。ほんと先生、ごめんなさい。
ありえない。なんなのよあんた、この変態。誤解もへったくれもありゃしないわよ、この犯罪者。教師ですって？嘘ばっかついてんじゃないわよ。ああ、もうそれが手口だったんでしょ。最初から狙っていたのね。愛想なんて振りまくんじゃなかった。変態相手に何私笑ってたんだろう。ああ、もう最低。胸ってやっぱり変質者の犯罪人じゃないのよ。この町に来て今までこんな変態いなかったのに、なんなのよもう。胸はおっぱいに決まってるでしょ。大きくて悪かったわね。あんたね、どこの世界に人のはだけた胸元覗き込んで誤解やら間違いやら言い張るやつがいるってのよ。知らんだ、それ言い訳のつもり？大体なんではだけたと思ってんのよ。あんたね、乙女の純情返しなさいよ。危うくファーストキスまで奪われるところだったわ。
おい。貴様、まさか学園の校則第一条を知らぬわけでもあるまい。そうか、なら言ってみろ。知っていながらあえてそれを無視するというのか。いい度胸じゃないか。そういうのは嫌いじゃないか。よくわからんやつだな。本物だ。それで貴様本当に知らないのか。嘘をつけ。本当のことを言え。本当に知らないようだな。誰だ貴様。聞いているのは私だ。貴様は聞かれたことに答えるだけでいい。名前は。聞き覚えがないな。転校生だと？男子の転校生の話など聞いてないぞ。貴様何年生だ？答えろ。黙秘か。まさか転校生を装った。冗談はやめろ。疑わしいな。そもそもそんな話は聞いていないが、本当に高校生じゃないのか。後で確認しておくか。嘘だと分かったら容赦せんからな。覚悟しておけよ。
本物だと言ったはずだが。知らないのならよく覚えておけ。風花学園校則第1条、恋愛禁止。いいか、そうでなくても神聖なる学び屋の付近で朝からハレンチなことをしてるんじゃない。執行部にしょっぴかれたくなければな。バカ、偶然見えたんだ。好き好んで見ていたわけじゃない。断る。なぜ私がそんなことをしないといけないんだ。なんだ。疑いは晴れたわけじゃないぞ。むしろ深まったくらいだ。にやけた顔をしてハレンチな行為に及んで、しかもこのタイミングで臨時教員として赴任してきただと。すぐに確認を取って化けの皮を剥いでやる。その時は蜂の巣にしてやるからな。なんだって。警察を呼ばれたら困るのはお前の方じゃないのか、ド変態さん。とにかく貴様の言うことが本当ならば、あまり目立つようなことはするな。それとおかしな運命の糸に巻き取られたくなければ、おとなしくこの地を去れ。
どうなさったんですか、その方法。朝から大変でしたね。高村先生ですよね。どうやら手早く自己紹介をした方が高村先生の傷口を広げないで済みそうですね。はじめまして、風花家当主、現風化学園理事長、風花真白と申します。数えで11です。万でも11ですけれど、形の上では初等部に所属しています。お恥ずかしい限りです。そのように騒ぐほどのことでもありませんのに。はい。そんなに驚かないでください。驚かれるのは慣れていたつもりなのですが、高村先生があんまり目を見開いて驚くものですから。遅くなった理由はその平手打ちですね。無事に到着して何よりです。あまり無事とも言えないですね。
それにしてもあんなに驚かれた方は久しぶりです。皆さん驚きを隠そうと必死になさるのですけれど、高村先生は素直なのですね。素直なまま大人になるというのはとても難しいことですから、その気質を大事になさってください。さて、それではお仕事の話を始めることにいたしましょう。高村先生には高等部1年3組の担任になっていただきます。いろいろとわからないこともあるでしょうが、他の先生方にお尋ねください。確か古典を担当していただくということでお越しいただいていたのですよね。でしたら社会科準備室という部屋にお席を用意させましょう。本学園の先生方には職員室の他に控えといいますか、資料室、作業室のようなものを設けているのです。そこで同じ教科の先生方と一緒に相談や教材作りをするのです。ちょうど大学の教員棟にある学科別の研究室のようなものですね。他の先生方と仲良く、何かあれば協力してください。社会科準備室の用意は明日には使っていただけるようにしておきます。今のところはそれくらいでしょうか。何か質問はございますか？はい。そのことでしたら、学園内の問題ですので、警察への通報は無用です。彼女のことは知っています。しかし高村先生、そのことは今は内密に。彼女には彼女で銃を携帯しているだけの理由があるのです。
なくて、今はお話できません。お話しする機会がなければそれに越したことはないのですが。彼女はあなたを撃ったりはしません。その心配はありません。そういう人ではありませんから。今はそれだけです。それ以上のことは何も。何か他にお聞きになりたいことはございませんか？何でしょう。そうですね。禁止されています。本学園で校則第1条は恋愛禁止となっています。頑張ってくださいね。
高村先生、こんにちは。ここだよ、ここ。こんにちは。会ったことないよ。はじめましてですよ、高村先生。それにしても新任早々大変でしたね。僕は穂村凪。よろしく先生。できれば名前で呼んでほしいな。ありがとう先生。くんもいらないよ。名前だけでいいから。それにしても平手打ちで済んでよかったね。これからそんなんじゃ済まないようなもっと大変なことが起こるかもよ。ま、せいぜい気をつけるんですね。さーて、何からでしょうね。優しい僕からのアドバイスはここまで。ともかくようこそ高村先生。
んにちは。何か。そうですか。やっと来ましたね。待ってましたよ、高村君。変わりないようですね。元気そうで何よりです。
かがでしたか、この学園は。相変わらずですね、君は。頑張って姫伝説の謎を解き明かしてくださいね。シスタームツミ、いらっしゃいますか。あなたに新しく赴任した方を紹介します。彼女の名は九条睦美さん。彼女もここ数年シアーズに籍を置いている有能な方だ。シスター睦美、こちらは高村君。失踪された天川教授の一番弟子。教授の研究を引き継いでいただきます。九条です。これからあなたが極秘で調査する姫伝説について何かあれば、些細なことでもいい。逐一彼女に報告を。何ですか。内緒ということもないですが、大半の人は風花の地が伝説のゆかりの地であるということはおろか、伝説そのものも知りません。いずれ何らかの成果が一つの形としてまとまったら、皆さんにもお話しするつもりですよ。ですが姫伝説には不幸な伝承や不吉な予言のようなものが残されていると言われています。いたずらに人々に不安を招くこともないでしょう。神は人間に安らかな時をこそ願っていますから。またシアーズは実は学園の方へ多額の寄付をしております。我々がシアーズの人間だと知れると面倒なことにもなりますので。そうですね。そういった事情も含めて我々3人がシアーズの人間であるということは秘密でお願いします。とにかく研究が実を結べば大々的に発表することが可能です。学園の皆さんにもその時に知っていただけばよろしいでしょう。へえ、そうですね。ああ、そうだ、高村君。君の宿泊先のことですが、
そうですが。そうですか。それでは次回の定時報告で。5日、次の火曜日ですね。午後にでもお願いできればと思います。そういうわけです、高村君。君には定期的に現状を報告してもらいたいのです。どのような些細なことでも構いません。この町にいて気づいたこと、調べていて分かったことなどを報告してください。いいですね。姫伝説の研究をしているということは話しても構いませんが、我々がシアーズの人間であることは秘密ですよ。高村君ならば人に話す時もそんなに不安を与えるようには話さないでしょう。そのことについては心配していません。
ちゃん？お兄ちゃんだよね。ね、ちょっと。お兄ちゃんだよね。私のこと覚えてないの？やっぱりお兄ちゃんだ。びっくりしたよ、驚いたよ、ハッとしたよ。本当に久しぶりだね、お兄ちゃん。私が中学生になった頃にはもうほとんど教えてくれなかったもん。